こんにちは、マカロニです。今回は白菜の部位ごとの特徴と使い分けをご紹介します。白菜って一玉の方が安いけど使い切れずに余らせてしまったり、しなしなの白菜を救出するために仕方なくお鍋に使うかなんてことないですか？実は白菜には部位ごとに特徴があって、味わいや食感にも少しずつ違いがあります。それぞれの特性を知るとレシピの幅もぐっと広がると思うので、これから部位ごとの特徴を紹介していきます。まず外側の緑の濃い部分は炒め物がおすすめです。繊維が太くて歯ごたえがいいので、炒め物にするとシャキッとした食感を楽しめます。また柔らかくなるのに形が崩れにくいので、長く煮込むロール白菜なんかもおすすめです。ロール白菜は一番外側より 2,3 枚内側の緑の葉っぱの部分を使うと繊維も気になりにくくなります。次に少し黄みがかった内側の葉っぱ、これは甘みとほろ苦さのバランスが良くて、火を入れると甘みが増すので、お鍋や蒸し物、煮込みの料理に向いています。中心部の黄色い葉っぱは繊維が柔らかくて、サラダや和え物などの生食に向いています。火を通すと甘みが増してトロトロになるので、スープやグラタンにもおすすめです。芯の部分は旨味が凝縮している部分なので、捨てずにお鍋や煮物、スープのお出汁にも使えるので、ぜひ試してみてください。さて、部位ごとの特徴が分かったところで、そのポテンシャルを引き出すお料理をご紹介していきます。それでは白菜レシピスタートです。
す。